仙台はね、森の町仙台って言われてるだけあってね。これでもう盛岡まで一直線か。特にやることなしということで、俺はなんでこんなことをしてるんだろう。生きるために盛岡まで走っていかざるを得ない。今が時刻15時10分ということで、えらい出発が遅いなっていうことなんやけど、今日はね、本来出発するはずじゃなかったんけど、じゃーん、明日からの天気が雨、曇りっていう感じやから、今日出発しないとね、明日もう、ニッチもサッチもいかんと、このゲストハウス、キコさんを残念ながら2泊分取ってたんやけど、1泊で終了ということにして、今日は急ぎ盛岡に向かいたいと思います。盛岡がね、曇りやね。明日からも曇り、明後日も曇り。盛岡にはまだ梅雨が来ない。仙台は明日でもう梅雨が来てしまうから、今日中に仙台は抜けないといけない。仙台をほとんど楽しむことができなかった。悔しい、残念。目的は北海道やから、とりあえず梅雨までに北海道に入るっていうところだけは絶対に譲ることができないから、なんとか逃げ切りたいと。ということで、2時間半の仙台までの工程を行ってみましょう。日本一周13日目スタートということで。長いな。もう、しんどいな。俺いつまでやんねやろ、これ。マジで。帰りたい。普通に帰りたいな。旅ってさ、一体何をみんな目的としてやってんのかなっていう。ゲストハウスにさ、やっぱり珍しい旅人っぽい人がいっぱいいてさ、そういう人に旅の魅力とかさ、なんか目的とか聞いてたんやけど、人種が違う。その自分の知らない世界へ行ってみたいみたいなことをやりながら苦行に挑み続ける人々やから、旅人ってね、なんかすごい、ナオトインティライミ感があるっていうかさ、人生幸せだな、楽しいなみたいな、お金じゃないよねみたいな雰囲気あるんやけど、俺そういうタイプじゃないんだよな。梅雨にほぼ入りかけていて、昨日はね、結構な雨が降りまして、俺はなんとかギリギリ逃げ切った感はあるんやけど、やっぱりバイクはちょっと汚れてしまったから、洗車をさせていただきました。仙台から盛岡たった1日っていう、福島7日ぐらいいたのに、何をやってるのやら、この工程は一体どうなってんねん。仙台はね、森の町仙台って言われてるだけあってね、とにかく緑が多いね。道路が広くて綺麗な割に緑も多くて、住みよい。雪国でこんだけ発展できるってすごいよね。冬場なんか外おったら死ぬんやで。それなのにこんだけきちんと発展して、イオンもすげえでかいな。どれがイオンかすらわからん。あのビル全部がイオンなんか。モールではないのか。新宿にいるみたい。ほら見てこの緑。すごいな。この緑の中ちょっと走っときたいな。ちょっと走っとくか、せっかくやから。青葉通りね。なんというロケーション。仙台すごいね、この街。大成功してるね、街づくり。ちょっと左曲がっときましょう。せっかくなんで。どれと。おー、すごい。これはすごいな。心なしか涼しい。冬場は枯れんのか、この木は。これすごいな。こんなに自然が続くかね。すごいね。早めに仙台を抜けないと。値段って変わらないですか？カードでも値段って変わらないですか？値段同じです。ありがとうございます。1400とかあるんですね。300キロ出ますね。後ろにカメラもあるし、トラブル防止のために車には勝てないですからね。ひっくり返ったら起こせるんですか？一人じゃ強い厳しいです。何キロあんのかよ。240ですね。240キロあんのか。10.14 リットルで 214.9 キロ。高速道路の ETC で自動引き落とし。これでもう盛岡まで一直線か。味気ないな、高速道路は。この退屈な道をこれから2時間半走ります。これは退屈だな。相変わらず快適やな。ZZR1400 でも高速道路は。あとね、6速での加速がね、超絶信用できる。今6速やけど、そのまま6速でちょっとひねればガンガン加速するから、変速を下げる必要がないんよな。6速ってちょっと少ないんちゃうかなって思うわ。ZZR1400 に関しては11速ぐらいまで作ってよかったんちゃうかな、自転車みたいに。6速パワーありすぎ。もっと変速上の方にしたら燃費良くなったやろ。泉パーキングエリアでちょっと休憩をしたいと思います。特にやることなしということで、早速出発していきましょう。トイレを借りただけで何にもしてないの。最後。長者原サービスエリア終了。残り135キロ、1時間35分ということで頑張っていきましょう。高速面白くないよ。それはしょうがねえな。あとね、おじさんっていうかね、もうおじいちゃんやけどね、おじいちゃんにものすごい絡まれんね。若え頃はよーつって、7班が出た当初でよーみたいな、50年前だからよーとか、そういう感じ。バイクが好きなのよね、男性って不思議なもんで。3回目の休憩です。現在地が北上金ヶ崎 PA って何？パーキングエリア。やっぱ高速だるいな。ただやね、実はもう残り44分ということで58キロまで迫ってるから、現在地がね、
岩手に入っております。ただですね、岩手がね、想像以上に広いと。日本で2番目に広いのが。でけえな、岩手。縦に長いな。ただ、この辺まで来ると結構寒いね。気温がいよいよ20度になってまいりまして、バイクの振動でね、手がやられてくるね。体がやられてくる。定期的に休憩を挟まないといくらこの最強型バイク ZZR1400 とはいえども、俺の体が持たないな。年齢的なものが大きいな、多分。必殺ウィンドブレーカーを出さざるを得ないという状況になっております。寒いよ、寒いよ。残り50キロで1時間かからんぐらいやから、まあ18時半、日が出てる間には盛岡つけるでしょう。疲れたなぁ。俺はなんでこんなことをしてるんだろう。最近毎日自問自答してるな。東京でさ、普通にさ、毎日記事を書く生活の方がさ、楽だわ。なんか俺、旅が好きみたいな人って俺全然理解できひんねんな。なんか、そのさ、知らない世界を見たいとか、自分が知らないものを知りたいみたいなさ、何を知りたいじゃないやんか。漠然としすぎてて、そういうこと言う人の気持ちが全く理解できない。でさ、そういう人に限ってさ、旅行行ってきてどうやったみたいなの聞いたらさ、まあよかったよ、みたいな。特に何も得てない感想しか言ってこないっていう。よかったよ、みたいな。それはもうね、何もなかったの裏返しやからね。何があれば何がどう良かったっていうのが言えるやん。でもね、漠然と旅行に行ってるから、そういう曖昧な返答しかできないのよ。そういう旅行のさ、仕方って本当に俺無駄やと思ってんねんけど、今まさに俺がやってんのってそれよな。というわけでね、毎日自問自答している俺は。俺はなんでこんなことをしてるんだ？これは何か意味があるのか？なんなんだろうな。半端ないお金が飛んでるわけよ。毎日旅費とガス代と、あと食費と、絶対家にいた方がいいっていう。しかもさ、それで家賃がかかってないかっていうと、普通に家賃も払ってるわけね。何をやってるのか全然よく理解できない。でもね、もうね、スタートしてしまった以上は、どうしようもないのよ。家で、記事をずっと書いてる方が楽ではあるけど、かといって、それで、俺の人生に大きな変化があるかっていうと、多分ね、ないから、やってよかったと言えるのか、やってよくなかったと言えるのか、いずれにせよ、結果は得れる。一度やってみたかった日本一周というのをやることによって、日本一周はろくなもんでもないなっていう感想になるのか、それから日本一周はやっぱりやっといた方が良かったよっていう感想になるのか、っていうのはちょっとね、何日後かわからんけど、日本一周を完走してから判断をしたいと思います。とりあえず今はね、生きるために盛岡まで走っていかざるを得ない。全ては生きるため。寝床のため。現代社会でのサバイバルやな、これは。しのごの言ってても今日の寝床にはありつけないからさ、結局俺は黙って運転するしかないんだよ。黙って運転するよ。せっかく買ったこの ZZR1400 さんを使ってだな。こんなことできんのも恵まれてるんやけどね。恵まれてるんやけど、なんだろうな。旅して何か得れるものがあるのか。今のところね、正直ね、俺はね、得たものはないよ。何一つ。